こんにちは。今回は車中泊やキャンプで使うギャレを作っていきます。材料はホームセンターの20リットルタンク、Amazon のシンクと水栓のセット、端材で余っているヒノキを使っていきます。このシンクは Amazon で1万円くらいでした。少し高いですけど、水栓がセットで見た目がかっこよかったので勇気を出して買いました。このシンクのつぶつぶマットな感じが完璧です。水栓は思っていたよりおもちゃ感がありますけど、ギミックがかっこいいし、まあよしとします。あとは水流量とバッテリーの持ちがどうですかね。付属品は水栓のチューブと排水ホース、フィルターとタイプ C の充電コードですね。どれも品が良さそうで期待できそうです。この白いフィルター、どこにつけるんだろう。扉にする部分はビスの見えない1枚の板にしたいので、先にボンドで貼り合わせておきます。水回りなので一応耐水性のあるタイトボンドで固定します。今回は板圧が薄いのでダボとかは入れずにボンドの力だけに耐えることにします。なので一応接合面両面にたっぷり塗っておきます。圧着には 600mm の旗金を使います。2本で十分ボンドがはみ出てきたので2本で済ませました。旗金だけだとどうしても湾曲しちゃうので板で上から押さえます。下の合板はいらないものなので打ち付けちゃいます。24時間置いて完全乾燥させました。板が薄いせいか湾曲が少し残っちゃったので、後から細い角材をボンドで裏打ちします。これがその細い角材です。18mm×18mm を使って骨組みを組んでいきます。シンクを持ち運びやすいようになるべく軽い材料を使っていきますよ。細いと割れやすいので下穴と皿取りは必須です。ビスも細軸にして割れづらくしています。長さは 40mm です。
うん、入りますね。随時補強しながら骨組みにヒノキの板を張っていきます。表の扉以外はタル線でビスを隠す方法で妥協します。本来は全部ボンドで貼ってデザインに凝りたかったんですけど、さすがに面倒になりました。タル線は赤松集成材の端材で作りました。色味もたまたま合っていたので良かったです。シンク周りの天板は切れ端をボンドで貼ってそれなりに見えるようにしました。本当は一枚板でシンクの形を切り抜けば綺麗なんだろうなと思いながら妥協しています。あとはクランプして一晩待ちます。いい感じにつらい位置になりました。シンクの厚さとたまたま同じ板があってよかったです。多分10ミリかな。表の扉を固定するために蝶つがいをつけていきます。毛書きからはみ出ないように一応当たりをつけます。はみ出ましたけどね。蝶つがいの厚さ2ミリをトリマーで彫ります。ここは毛書きギリギリで留めたかったんですけど、部分的にはみ出ちゃいました。のみで毛書きに沿って削ります。扉側も同じように彫って蝶使いを取り付けてから
ドッキングしていきます。オーバートルクにならないように気をつけて手締めします。ネジ穴がガバガバになっちゃったら扉が落ちちゃいます。ちょっと擦れるけどいいでしょう。ホームセンターで一番安いマグネットラッチを取り付けます。いいかな。開け閉めしづらいけどデザイン重視で取っ手はなしでいきます。天板のパッチワークでちぐはぐになったところを切り揃えます。そして120番のペーパーを使ってサンダーで磨きます。磨けたら蜜蝋で塗装して自然な風合いを目指しますよ。塗ったところが少し木目が濃くなっていい感じになっていきます。総ヒノキ作りって感じになったかな。狙ったヒノキのいい風合いは出せたかなと思います。ポータブルシンクなので持ち運びしやすいように側面には取っ手をつけておきます。水栓のチューブが8ミリだったので8ミリでタンクの蓋に穴を開けます。きつい方がゴミや虫が入らないと思ってジャストサイズの穴にしました。ぴったり気持ちよく入るので完璧です。いろいろとキツキツになっちゃったので、もう少し余裕を持った設計でもよかったかもです。なるべく小さく作りたかったので、その辺の塩梅は難しいですね。排水ホースの抜ける穴は30ミリで開けました。付属の排水ホースは硬くて都合が悪かったので、洗濯機用のも使いました。グレーでかっこ悪いですけど、裏なのでいいでしょう。なんとか完成させました。いい雰囲気になったと思います。あとはこの後実際に外で使ってみて、持ち運びやすさや水の勢い、バッテリーの持ちなどを確認します。野菜を切ったり洗ったりして使用感も確認しに行きます。さあ行きましょう。
まずは必要な分だけ水を入れていきます。シンクに乗った。次にタンクをセットします。簡単にセットできました。先に入れないかな。なんかパンパンになってしまう。水洗ポンプも刺すだけで簡単です。出るはずやめっちゃ飛ぶやん。いい勢いです。これだけ流量があると鍋に水を張るのも早くて、料理にも十分使えます。排水からシンクの蓋を裏返すとまな板になっているんですけど、ザラザラの脂肪加工がされてて、これの使い勝手もいいです。狭いかなと思っていたんですけど、十分ですね。ポータブルシンクとしては完璧な広さだと思います。散るやろね。少し水は散りますけど、食器洗いもストレスなくできそうです。勢いが弱すぎるのだけは個人的に嫌です。排水も野菜を洗った水程度なら垂れ流しても問題なさそうです。車中泊や場所によって気になる場合や汚い排水の場合は当たり前ですけど別のタンクで受けようと思っています。そう、この水量あったら。もう散るとか気にせんかったら全然いいよ。バッテリーも追加充電なしで1泊2日のキャンプで十分持ちました。シンクセットは概要欄とコメント欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。プライベートより DIY のメンバーシップ限定動画も始めましたので、興味がある方はぜひ参加いただけると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。